皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はディープフェイクを作るためのフェイススワッピング拡張機能である SDWebUI リアクターについて紹介したいと思います。それほど新しいものではないのでご存知の方も多いと思いますが、今回いろいろと検証しましたのでぜひご覧ください。番組の最後に2つとっておきの面白い使い方を紹介していますので、ぜひ最後まで見てくださいね。時間のない人も途中は飛ばしても最後だけは絶対見てね。使っているとかなり面白かったですね。そうですね。この拡張機能は以前に私が紹介したステーブルディフュージョンループという拡張機能の別のブランチという位置づけの拡張機能です。ループの進化版ですね。そうです。以前のループと比較してさらに使いやすくなってクオリティも上がっているようですので、これを機に久しぶりにフェイススワッピングに挑戦してみてはいかがでしょうか。私自体もフェイススワッピングをやるのは久しぶりなのですが、やっているととても楽しかったです。ただしディープフェイクに関しては使い方は非常に注意してください。人を騙すような使い方や人を傷つけるような使い方は決してしないようにしてくださいね。絶対ダメですよ。ホームページに記載してある内容ですが、従来のループと比較して改良された点としては、早く正確にフェイススワッピングができること、複数の顔が写っている入力画像に対応したこと、性別を検出できること、スワッピング前の画像も保存できること、フェイススワッピングによって変更された顔をより自然な状態に戻すフェイスリストレーション機能があること、パフォーマンスが GPU の能力に左右されないこと、CUDA アクセレレーションをサポートして作業がさらに速くなったこと、NSFW に対してかかっていたフィルターがなくなったことが挙げられます。かなり良くなっていそうですね。そうですね。ではインストールから見ていきましょう。インストールの方法に関しては以前に紹介したループとほとんど同じです。まずビジュアルスタジオの中の一部の機能のインストールが必要です。すでにループを使っている方に関してはすでにインストールされていると思いますので必要ないと思いますが、今回初めて導入するという方に対して以前作成した動画からビジュアルスタジオのインストール方法の部分を抜粋して流しますのでご覧ください。すでにお済みの方はこのセクションは飛ばしてください。最初にマイクロソフトのビジュアルスタジオのインストールから見ていきましょう。概要欄に URL を載せておきますので、マイクロソフトのビジュアルスタジオのホームページに飛んでください。少し下に行くとビジュアルスタジオの Windows 版のダウンロードアイコンがあります。そこにカーソルを置くとコミュニティ2022というプルダウンが出るので、これをクリックしてください。そうするとビジュアルスタジオのインストーラーがダウンロードされます。ダウンロードされたらインストーラーを開きましょう。警告音が鳴りますが、はいを押してください。続行を押してください。インストーラーが準備されます。そうするとこのような画面が開きます。もし以前にインストールされている項目があれば違う画面が開きますので、それは後ほど触れます。ですが初めてインストールする場合はこのような画面が開きます。そして今回必要なのは Python の開発、C++ によるデスクトップの開発、そしてビジュアルスタジオの拡張機能の開発です。この3つにチェックを入れてインストールを押すとインストールが始まります。かなり重たいファイルですので少し時間がかかります。しばらく待つとこのようにインストールが終わってサインインするというところが出ますので、お持ちのマイクロソフトのアカウントでサインインをしてください。サインインするとこのような画面になりますが、もうあとは閉じておいていただいて結構です。以前に古いバージョンをインストールされていた方はこのような画面になります。更新のボタンを押してください。そうするとこのようにビジュアルスタジオコミュニティの更新が始まります。更新が終わりましたら右下の変更のボタンを押してください。そうすると先ほどと同じ画面になりますので、同じように進んでいただければ結構です。以前のループではインサイトフェイスという拡張機能を追加でインストールする必要がありましたが、このリアクターでは自動インストールされるようですので必要ありません。ビジュアルスタジオのインストールが終わったら、いつものようにエクステンションズタブからインストール from URL のページに入って URL for extensions Git レポジトリの欄に GitHub ページの URL を貼り付けてください。
概要欄に URL を載せておきます。オレンジのインストールボタンを押してしばらく待つとインストールされます。次にインストールドのページに入ってチェック for updates、 そして Apply and Restart UI をクリックしてください。いつも通りです。 UI が再起動するとリアクターが使用できると思いますが、私はいつも念のために一度コマンドプロンプトから再起動させています。インストールが終了するとコントロールパネルなどが入っているところと同じ位置にリアクターという拡張機能が選択できるようになっています。この拡張機能のタブの順番はアルファベット順になっていますので、リアクターは結構下の方でしょうか。ありましたね。それでは早速使っていきましょう。まず基本的な使い方から見ていきましょう。元画像の顔を変えるということですので、イメージトゥイメージで使っていきます。イメージトゥイメージの画像置き場にこの女性の画像を入れて顔を変えていこうと思います。リアクターのタブを開き、最初に出てくるメインのページのイメージのところに変えたい顔が映っている画像をドラッグ&ドロップしてください。私は変化が分かりやすいようにこの年配の男性の画像を入れました。設定ですが、モデルがドリームシェーパーで、このような簡単なプロンプトで画像を生成します。ベースの画像はマジックミックスのバージョン7で生成しています。デノイジングストレングスはデフォルトの 0.75 で、リアクターのイネイブルにチェックを入れて、そして元画像を保存するためにセーブオリジナルにチェックを入れます。全体の設定の方でサンプリングステップ数を30に増やして画像サイズを元の画像サイズに合わせておきます。三角定規をクリックして 1024×1024 ですね。ではこれで画像を生成していきます。ジェネレート。画像が生成されました。元画像とチェックポイントも変わっており、デノイジングストレングスが 0.75 ですので画像が別物になっていますね。ただ顔を置き換える前の画像も保存されていますので十分比較することができますね。綺麗に顔がすり替わっているのがわかると思います。この使い方ができるのであれば、イメージトゥイメージでなくてもテキストトゥイメージで画像を生成してそのまま顔を入れ替えてもいいですね。ディテイラーと同じように使えるということですね。そうですね。では本来の目的である元画像の顔を入れ替えましょう。チェックポイントもマジックミックスバージョン7に変えておきましょう。デノイジングストレングスを 0.1 まで下げてリアクターを使っていきます。ではジェネレート。今度は元の画像が綺麗に年配の男性の顔に置き換わっていますね。そしてほとんど顔を入れ替えたことがわからないぐらいに綺麗ですね。顔に関しては完全に男性の年配の方というよりは少し女性の要素を残しながら混ざったという感じでしょうか。綺麗に混ざっている感じですね。そうですね。それでは次にリアクターの中のパラメータ設定などで画像がどのくらい変わるかを見てみましょう。まずこの画像でシード値を固定して比較していきますね。顔を入れ替えた後にどれぐらい綺麗になるかはこのリストアフェイスの設定によって変わってくると思いますので、設定による変化を見てみましょう。このコードフォーマーと GFP ガンの2つの方法が選べますが、これは何ですか？コードフォーマーは深層学習をベースにした顔の修復技術です。主に顔の詳細を保ちながら画像のノイズやぼやけを除去することに特化しています。この技術は特に低解像度や品質の低い顔の写真を改善するのに適しています。顔をきれいにするのに適しているのですね。GFP ガンは顔の再構築と改善に特化しています。特に顔の特徴を損なうことなく現実的で自然な顔のテクスチャを生成することに優れています。顔のディテールが完全には見えない写真や顔の特徴が損なわれている写真の修復に適しています。画像がかなり悪い時や何かで隠れている時などに適しているのですね。場面によって使い分けれそうですが、ここではコードフォーマーを見ていきますね。コードフォーマーウェイトを変えて検証していきます。この数値は0の方が強いということですので、まず最初に0にしてみますね。ではジェネレート。あまり大きな変化はなさそうですね。デフォルトの 0.5 とこの0の画像を横に並べて比べてみます。横に並べてみると違いがありますね。そうですね。コードフォーマーを0にした方がより自然であり、
より女性的ですね。元の画像の要素は減りますが、画像の滑らかさが増えるといった感じのようです。では次は一番弱いという位置にしてみましょう。ではジェネレート。なんかぼやけた画像になりましたね。そうですね。画像が乱れてしまいましたね。コードフォーマー0、0.5 と 1.0 の画像を並べています。やはりコードフォーマーに関しては0の方がリストアフェイスが強く、より滑らかで元々の画像の顔が強く残る。コードフォーマー 1.0 になると変換したい顔の要素が強くなるが、滑らかさを失うという状態になるようです。次にリストアフェイスビジビリティについて見ていきましょう。チャット GPT 調べによると、このリストアフェイスビジビリティというのは顔が一部隠れている場合に、その部分をより鮮明に改善するための要素のようですので、少し画像を変えてみましょう。今回はこのような画像で顔の一部が影で隠れている女性の画像を使ってみます。チェックポイントはドリームシェーパーを使っていますので、そのままドリームシェーパーを使ってやっていこうと思います。設定自体は先ほどと同じです。デノイジングストレングス 0.1 で画像を生成していきます。では、リストアフェイスビジビリティの0と 0.5 と1で画像を比較してみます。では、ジェネレート。数値が低い方はなんかぼんやりですね。そうですね。顔が隠れたらどうのこうのなるという問題というよりは、リストアフェイスビジビリティを下げると画像がぼんやりとし、ボケてしまうという感じがあります。少ない検証なので何とも言えないところもありますが、リストアフェイスビジビリティはデフォルトの1で良いような印象ですね。ぼやけた画像はアップスケールで修正できるかもしれませんので、後ほどアップスケールと合わせてもう一度見てみましょう。アップスケールもこのまま見ますが、これは単純にスワップした画像がぼやけていればアップスケールしてみれば良いと思います。ハイレゾフィックスと同じことですね。そうですね。アップスケールの項目はここのメインのタブの横ですね。アップスケールを選択します。ここではアップスケーラーと倍率を選択できます。普通に S ルガンを選択して2倍にアップスケールとしましょう。ではアップスケール2倍の画像とアップスケールなしの画像で比較しましょう。リストアフェイスに関してはデフォルトの設定で画像を生成します。顔の大きい画像だと違いが分かりにくいかも。そうですね。顔が小さい画像の方が違いが分かりやすいかもしれませんので画像を変えましょう。ではこの画像で比較しますね。良さそうですね。ジェネレート。今2つの画像を並べていますが、どうでしょうか。ちょっと違いが分かりにくいですね。では拡大して顔を見てみましょう。拡大すると違いがはっきり分かりましたね。全然違いますね。やはりアップスケールもうまく使うと良さそうですね。普通の画像と同じで、顔が小さい時なんかは特にアップスケールの効果が大きいと思います。次は先ほどのリストアフェイスビジビリティを 0.5、コードフォーマー 0.5 の画像でアップスケールの効果を見てみましょう。ぼやけた顔が良くなるでしょうか。どうでしょうか。こちらが画像になります。やっぱりアップスケールした方が少し綺麗ですね。そうですね。アップスケールでの顔の改善には限界がありそうですが、良くなっていますね。リストアフェイスのパラメータ調節やアップスケールの適用は、どのくらい顔を変えたいかによっても選択するものが変わってきそうですね。顔をきれいにするのと顔をしっかり変えるのは相反するということですね。そのようですね。試行錯誤で良いバランスを探す必要がありそうですね。では今回の目玉でもある複数人の顔の入れ替えをやっていきましょう。今回はソースの画像としてこの子供と男性と女性の画像を使用して、ターゲットの画像として3人の女性が並んでいる画像にしましょう。チェックポイントとしてピックリアリズムを使用していきます。プロンプトはシンプルなものです。画像生成の設定はご覧の通りで 768×768 のサイズですね。デノイジングストレングスは 0.1 です。まずはソース画像の真ん中の男の人の顔に変えていきたいと思います。リアクターのタブのイネイブルとセーブオリジナルイメージにチェックを入れて、画像置き場にソース画像を入れます。ソース画像のコンマセパレイティッドフェイスナンバーズのところに数値を入れるのですが、左側から0番になります。1か
から始まるのではありませんよ。真ん中ですので1にしましょう。次にターゲット画像の番号を入れますが、全員の顔を変えたいので 0,1,2 と入力します。ここで注意点ですが、コンマの後にスペースなどを入れると認識されないので、スペースは入れないようにしましょう。では画像を生成します。ジェネレート。あれ、2人しか顔が変わっていないですね。そうですね。画像を比べてみましょう。どこか間違っていたのでしょうか。わかりました。この後ろの壁に書いてあるとても小さい顔を認識して顔を書き換えているようですね。0番の顔がこの小さい顔ということですね。こんな小さな顔も認識するのですね。顔の認識がかなり強いですね。そうですね。エイディテイラーの養老 V8 並みの検出力ですね。検出には何を使っているのでしょうね。ではターゲットの方を 1,2,3 にして画像を生成しますね。ジェネレート。今度は綺麗に3人とも顔が変わりましたね。すごく自然に顔が変わっていますね。そうですね。次はソース画像を 2,0,1 にして3人の顔を左から女性、子供、男性に変えてみますね。ソース画像の複数選択は以前はありませんでしたね。そうですね。新しい機能ですね。ではジェネレート。3人とも狙い通り変わったみたいですね。そうですね。この3人の顔は区別がつきやすいのですごくよくわかりますね。せっかくですので性別の検出を使ってみましょう。ソース画像の方から見てみましょう。フィメールオンリーにチェックを入れてジェネレート。あれ、思っていたのと逆で女性の部分は変化せずに男性だけ顔が変わりましたね。これで合っているのでしょうか。次はメールオンリーにチェックを入れてジェネレート。今度は一番左の女性だけ顔が入れ替わりました。選択したのとは逆のような気がしますが、このような結果になりましたね。ちょっと分かりにくかったですね。次にターゲットも見てみますよ。まずはフィメールオンリーにチェックを入れてジェネレート。こちらは女性3人の顔がきれいに入れ替わりましたね。予想通りでしたね。次はメールオンリーにチェックを入れてジェネレート。今度は顔の検出が行われなかったので画像自体が生成されませんでした。性別の判定も完璧でしたね。比較的中性的な子供の男の子もしっかり判別できていましたね。小さい顔の判別にしても性別の判別にしても検出能力がかなり高いことが分かりました。最後に2つとっても面白い遊び方を思いついてしまったので紹介しますね。1つ目はたくさんの人が入っている画像の顔を入れ替えるというものです。DALL-E 3で作成したこの画像をソース画像とターゲット画像の両方に入れます。この画像にはいろいろなタイプの10人の顔が入っています。この人たちの顔を順番に隣の人に入れ替えちゃいましょう。こんなにたくさん顔を認識できるのかな。人が前後に分かれているけど大丈夫かな。とりあえずやってみましょう。ソースイメージの番号をこのように0コンマから始まる連番にします。そしてターゲットイメージの番号を1コンマから始まる連番にして最後を0にします。これでジェネレート。これは全員きれいに顔を認識して入れ替えていますね。さらに結構自然な感じに顔を入れ替えられていますね。ひげはついていったり残っていたりして面白いですね。前後に顔が重なっていても少しでも左側にある顔をちゃんと順番通り認識していると思います。正直言ってこれは予想以上の素晴らしい出来でした。卒業アルバムの写真の顔を全員入れ替えるなんてこともできそうですね。それも面白そうですね。2つ目はアニメーションに応用する方法です。まず SDWebUI アニメイト GIF でアニメーションを生成します。アウトプットフォルダに入るアニメーションのフレーム画像をイメージトゥイメージのバッチ処理で 1.5 倍にアップスケールしながらリアクターで顔を置き換えます。最後に再度 FFmpeg で画像をつなげてアニメーションにするというものです。このアニメーション作成のワークフローに関しては今後の私の動画での紹介を企画していますのでフォローしておいてくださいね。新しいリアクターはオリジナルイメージも保存されるので
通常のアップスケールとフェイススワップが一度で同時に行われます。同時に2つの動画フレーム画像が生成されるということですね。そうですね。一度に2つの動画ができてしまいますね。では出来上がった2つの動画を見てみましょう。これが動画になります。左がアップスケールしただけの画像で、右がフェイススワップした画像になります。わあ、すごく綺麗に顔が入れ替えられていますね。すごく自然に顔が変わっていて違和感がないですね。宝塚ジェンヌが踊っているみたいな動画になりましたね。すごいクオリティですね。好みの顔を準備しておいて A ディテイラーの代わりに使えそうですね。かかる時間も A ディテイラーと同じぐらいでしたね。そうでしたね。本日はディープフェイク画像が生成できる拡張機能リアクターを紹介しました。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。